こんにちは。49歳お一人様の K さんです。相変わらず暑いですね。今年は更年期のせいか、暑さへの耐性が低くなってる気がします。今回の内容はタイトルの通り、新たな不調が見つかったということなんですけど、ちょっとばかり深刻。かかりつけで紹介状をもらって、お盆明けに総合病院で見てもらう段取りになってます。T ソーダというものを初めて作ってみましたので、その様子をご覧いただきながら不調の話を聞いていただけたらと思います。更年期になるといつもとは違う体の感覚、例えば痛いとか動かしづらいとかむくみとか、そんなことを感じてもホルモンバランスのせいかなと、病気ではなく更年期の症状だと思い込んでしまいませんか？今回の私の不調というのはしびれです。冬くらいから寝る前に足に血が止まるようなむくみというか、そのような感覚が出るようになって、病院に行こうかな、でも更年期のせいかもと迷っているうちに症状が出なくなって、そのままにしていました。病院に行こうとすると症状がなくなるってよくありますよね。まさにそのパターン。そしてしばらく経ち、先月くらいから右の手と足が少しピリピリするようになりました。片側がしびれるのって脳に異常があるとか聞きますよね。調べたら両手を伸ばして片方が下がると脳卒中の疑いがあると書いてあったので試してみたけど、下がりはしなかったのでしばらく様子を見ることにしました。だけど日に日にピリピリ感が強くなってきて、筋肉痛のようなだるさも感じるように。仕事でパソコンを使うんですけど、とにかくだるいんです。そして歩いていても右足に違和感が出てきました。そうこうしていたら、かかりつけの呼吸器内科に行く日になったので、専門外かもしれないけど先生に相談してみることに決めました。体の状態を説明すると、先生はどんどん難しい表情に変わり、なんか嫌な予感がしました。先生が疑ったのは EGPA という病気。日本語にすると好酸球性多発血管炎性肉下腫症。好酸球の数値が通常より高い人に稀に発症する国の指定難病だそうです。すでに患ってる好酸球性副鼻腔炎も指定難病だから、またかが正直な気持ちでした。でもこの病院では難しいから紹介状をくださるということになり、3つの総合病院の名前を言ってくださったけど、一番近いところを選びました。でも名古屋でも有名な病院なので、一番早くてもお盆明けしか取れず、先生はどうも早く行ってほしそうで、こっちの病院ならあさってに見てもらえるよと規模の小さい病院を勧めてくれる感じだったけど、利便性を考えて一番近い病院をお盆過ぎまで待つことにしました。これが正しい選択だったのかはわからないけど、日に日にしびれの範囲が広がってる気がするんですよね。先生が急いでた理由がようやく分かった気がします。EGPA という病気を調べれば調べるほど怖くなってきて、まだただの疑いなのに超弱気な毎日を過ごしています。行政書士の勉強をしたいのに、文字を書くと腕がだるい。すると EGPA のことが浮かんでしまい、なかなか頭に入らなく進みが悪いのが、これまたストレスです。人生って思うようにはなかなかいかないものですね。
友人の何人かにはこのことを話したけど、親には心配をかけたくなくてまだ話していないんです。30代後半から喘息やアレルギー性鼻炎などいろいろな病気を発症し、好酸球が異常な値になっていることも発覚。食べるものが悪かったのか、生活習慣がいけなかったのか、原因がわからないのがもどかしいです。両親は5体満足に私を産んでくれ、健康な体に育ててくれて社会に出してくれたのに、こんな体になってしまって申し訳なさでいっぱいです。でもお盆の時に言おうと思っています。この日4月の人間ドックの時にいただいたものを試してみました。賢者の食卓。糖分や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏やかにしてくれるらしいです。難しいことはわからないけど、体脂肪率高めの私は脂肪という言葉に敏感に反応します。そして今はすごく不健康だから、少しでも調子が良くなるならばと4ヶ月も経ってからようやくいただきました。粉の量が思ったよりも多く、せっかくのティーソーダの味が変わってしまうのではと心配になりましたが、全く味は変わらなかったですよ。話は戻りまして、これだけネガティブに考えておけば、いざ大したことないですよと言われた時に、取り越し苦労だったねと笑えるし、EGPA だったとしても、やっぱりそうかと心の準備はしているからと言っても、やっぱり嫌ですけどね。また結果が分かったらこちらでご報告しようと思ってます。冬からずっとつぼみが開かなかったウンベラータ。思い切って剪定してみました。すっきりして少し寂しい感じもしますね。一番背の高いここを切ったら、すぐに新しい枝の赤ちゃんみたいなのが出てきました。自信がついたので他の2本も剪定。どちらも枝の赤ちゃんが出てきたので一安心です。植物って可愛いですね。最後まで見てくださってありがとうございます。これからお盆休みの方も多いと思いますが、暑い日が続きますので気をつけて過ごしてくださいね。それでは次の動画で。